はい、こんにちは、トバログです。いや、今回はですね、なんと今イギリスにいるんですけども、サムスンギャラクシーアンパックド2026の会場に来ています。じゃん、こんな感じ。うわー、めっちゃ楽しみ。今年の、サムスンギャラクシーはめっちゃ個人的には楽しみで、なんとね、噂段階なんですけどワイドモデルが出るっていう風にね言われているところなので、本当にワイドが出たら漫画を読んだり雑誌を読んだりめっちゃしやすそうなので、本当に楽しみにしていて、今回ちょっとそれが発表されるのか、そして発表されるなら早く触りたいというところで今回来てしまいましたというところで、早速ちょっと会場に入っていこうと思います。レッツゴー。Thank you。 すごいエモい、いいねこれ。はい、というわけで発表されましたね、Galaxy Z Fold 8ワイドじゃないんかいっていうところなんですけど、これはマジで待ってたサイズ感、画角、アスペクト比だと思うので、いやめっちゃありがとう、嬉しい。はいという感じで、すでにねタッチ&トライ会場があるわけなんですけども、やっぱ個人的に楽しみなのは Z Fold 8ですね。これはもう物欲全開になっているので、ちょっとね実際に触っていこうかなと思います。いや、いい、軽っ、薄っ、おー、めっちゃいい、やばい。はい、というわけでこちらが今回発表された3機種ですね。 Galaxy Z Fold 8 Ultra、 名前が長い。フリップ8、そしてこちらが Galaxy Z Fold 8です。ワイドとかじゃなくて普通にフォールドなんだっていう感じなんですが、今回ちょっと3機種あるのでそれぞれチェックしていこうと思います。はい、というわけでこちらが Galaxy Z Fold 8です。いやめちゃくちゃいい、この感じ。軽いし薄いし、なんかほんとパスポートサイズっていう感じですね。これはもう買うな。これも買い決定です。これは正直買い決定アイテムですね。うわ、いい、このアスペクト比最高の可愛さ。やばい、めっちゃ打ちやすい。テキストもめちゃくちゃ打ちやすいです。これ開くと、わ、いいですね。4対3のこのディスプレイ最高なんだけど、これ漫画読むマンにとってはめちゃくちゃいいんじゃないですか。この Galaxy Z Fold 8どんな特徴があるのかっていうと、すでにね紹介しちゃってるんですけど、このアスペクト比ですね。特徴1つ目はまずやっぱりこのアスペクト比で、この4対3のこの画面でこのサイズ感で、なんか iPad mini みたいなね、こういう感じでいつでも使いながら、これで畳めばねこのサイズになってポケットにも入れやすい。そして可愛いこのパスポートサイズっていうところがまず特徴1つ目です。で、特徴2つ目としては、意外とこれ最軽量です。世界最軽量の 201g っていう、フォルダブルなのに 201g っていう軽さがめちゃくちゃ強いところですよね。Z Fold 8 Ultra が 215g なので、それよりも1円玉14枚分ぐらい軽いっていう計算になるところですね。はい、ちょっとサイズ感が気になるのでパスポートと比較してみようと思うんですが、パスポートよりちょっとちっちゃいんだ。ほぼほぼ同じぐらいのサイズって思ってもらえればいいと思うんですが、パスポートよりも若干小さめで、なんかね従来の Z Fold 7と違うところとしてはやっぱカメラかな。カメラに関しては前のモデルが3眼だったのに対してウルトラはそれを継承してるんだけど、これに関してはね2眼っていう、Z フリップシリーズと近いような構成になっています。
一応ねスペックに関してまとめておくとこんな感じで、メモリーとか SoC に関しては他のウルトラモデルと変わらない感じなんですよね。でそのストレージも一緒だし、でディスプレイが若干小さくなっています。これ4対3ではあるんですけど、普通のねウルトラと比べるとちょっとちっちゃいかなみたいな、そういう感じ。後でね3機種横並べにして紹介したいんですが、ディスプレイは4対3だけどちょっとねちっちゃめな、メイン 7.6 でサブが 5.5 っていうところみたいです。でバッテリー持ちもこれね前のモデルよりもちょっと多めかな、 4800mAh なので、かなり画面を使ってもそれなりに持つんじゃないかなと思います。で防水性能も搭載しているというところで、その辺があれですかね。で今回カラーは4色展開で、このね真っ白がいい感じ、これが個人的には出ている時点でも改革確定なんですけど、クリームのモデルと、あとグラファイトっていう、ブラックのカラー、ブラック系のカラーと、あとはこのラベンダーっていう紫っぽいカラーですね。この辺は結構淡い色で、男女関係なく持ちやすいのかなっていう印象の色で、横のこの部分もすごくいい感じの色ですね。一機種にね集中してちょっと触っていきたいんですが、じっくりホワイトを見るとこんな感じです。いいねこの感じ。ちょっとピントがこんな感じのカラーリングになっていて、ここは艶消しのこういう素材感ですね。でここがボコッとちょっと iPhone Air とかああいう感じに近いような風合いになってるかなと思います。で実際に手元にある Pixel 9 Pro Fold と比べるとこんな感じです。かなりねワイドってことがわかるかなと思います。こんな感じ。Z Fold 8 Ultra と比べるとこんな感じですね。いいわ。ちょっと今日はねそんなにじっくり撮れる暇がないんですが、例えばトバログのページを映すとこんな感じの違いがあります。ちょっと分かりづらいかもしれない。でウェブサイトだとこういう感じですね。広くていい。で例えばコンテンツに関してもこんな感じの違いがあります。こんな感じで閉じた状態でもかなりね画面を大きく映してる感じがありますね。で実際に開くとすごい、まずこの時点でカラムのサイズ感が違います。タブレットっぽさがやっぱいい。こんな感じで表示してる大きさも全然違うわ。なんか画面のサイズとしてはさこっちの方がちっちゃいんですよ。なんですけどアスペクト比がコンテンツに最適化されてることで、かなり大きさが目立つ気がします。いいなこのスタイル。これだけでもちょっと買いですね。で今ねちょっとちらっと3カラムになったと思うんですが、これ実はこうやって縦にした時もこんな感じで、よいしょもう1個よいしょ、これができるらしい。この3カラムで、コンテンツを見たりメッセージを返したり、テキストを打ったりとかそういうのができるみたいです。8特有の機能らしいんですが、例えば Notion、クロードコード、そして公式ウェブサイトみたいな感じで3つを使いながらね、例えばこんな感じでこういう風に置いて、キーボードとかつないでテキスト入力とかしたり、そういうね作業ができそうなのも嬉しい。こいつは最高です。ちょっとねこの今手元では見れないんですけど、雑誌とか表示したら、こんな感じで見れそうな感じがあります。一応日本のねコンテンツキャプチャーでも参加したのでちょっと見せてみるんですが、こんな感じで漫画とかそういうのもね見れるっぽいです。かなりねこの横幅とかのベゼルが低くなるっていうのはかなり見やすい印象がありますよね。この感じ。そして個人的に好きなのが、これかな。このキーボードがめちゃくちゃ打ちやすそう。キーボードの違いはこんな感じですね。結構この Pixel 9 Pro Fold と比べてもちょうど同じような感じで、縦が短いんでなんかこの自重で重くなりにくいっていうのもすごくいいポイントです。でこれを開くとじゃん、こんな感じで横幅になります。横は正直、このアスペクト比だとね若干打ちづらいところあると思うんですが、よいしょこうしてこの使い方戻っちゃうか。ちょっと戻っちゃうんでうまく使えないけど、これでできたらなんかパソコン感あっていいんだよな。はい。でこれで若干気になるのがこのカメラの位置かな。
個人的にはインカメほぼ使わないので、やっぱカメラがねここにあるのはちょっと邪魔な感じがしますかね。こうやって縦コンテンツを使う時にもここにね当たらないコンテンツだったらいいんですけど、動画とかだけどやっぱここになんかポチってあるのは若干気になるかな。ちなみにピクセルに関してはこんな感じで端っこにあるんですよ。せめてこの位置にあればよかったなっていう。ちなみに価格とかに関しては後で紹介していこうと思います。ギャラクシーユーザーとしては気になるのがやっぱ DeX モードが使えるかどうかだと思うんですが、ちょっとZ Fold 8でも使えるかどうかを試していきます。このサイズ感で使えたらいいですよね。動いている、動いています。いい、完全にギャラクシー、完全にできている。しかも画面を完全に閉じたままでも今ね画面が見えているので、例えばこれをこうやってこの中に入れてとかポケットに入れて、あと好きなキーボードをねつなげばもうこれで完結するっていう、ある程度の作業は、それがねこのギャラクシーシリーズのすごくいいところなんですね。ちょっとこれは後でちょっと後で詳しく試していきたいなと思います。今回はさすがに発表の場なんで使えないんですが、こんな感じです。はい、そしてこちらが Galaxy Z Fold 8 Ultra ですね。今までの系譜から言うとこれが8なはずで、これがワイドなイメージだったんですが、なぜかこれがウルトラっていう系譜になっています。でそんなにね前のモデルから変わってる感じもしないんですが、一応特徴をまとめておくと、まず薄いです。前のモデルと比べてもちょっとだけ薄くなっている形で、これは 4.1 っつったかな、確か厚さが 4.1 で一応史上最薄っていうところらしいですね。ちょっと見てもらいたいんですけど、この USB-C ポートのこのギリギリのラインを攻めたこの感じ、これ大丈夫なのかな。こうやったらグニャってなんないのかなこの薄さなんですが、こういうもう本当にこれ以上薄くならないんじゃないかっていうぐらいの厚さになっています。はい、そして特徴2つ目、こちら今回ねバッテリーの容量がアップしています。 5000mAh になっていて、薄さは結構薄くなっていて、かつね重さは前のモデルと同じなんだけどバッテリー持ちがいいっていうところで、そこがちょっと実際にね使ってみないとどのぐらい上がってるかっていうのは分かんないんですが、そこが結構特徴だと思います。やっぱね6から7になった時に結構バッテリー持ちがなんか気になるなっていう、特に写真とかをね使っていくと思っていたんですが、そこがね若干解消されている印象がありますね。いや Z Fold 7の時あれで全部出し切ったんじゃないかと思ってたんですが、まだ一応重さに関しては軽くすることができるんですね。というのもフレックスチタニウムディスプレイっていうのを搭載していて、こんな感じの薄いチタンのねこういうプレートにディスプレイを乗っけていくことで、より今までのこの金属よりも軽くなっているんじゃないかという説があります。これはちょっと後で確認しなければいけない。で特徴3つ目が、カメラですかね。カメラに関しては三眼っていうのはね前と同じで、いやこれワイドにも搭載してくれよっていうねところは置いておいて、一応この超広角が5000万画素にアップデートされています。他のカメラも一応 F 値とかその辺がね違かった気がするんですけど、解像感は同じで、F 値とかその辺が変わっているかなっていうところで、今回、ちょっとねプロビデオモードが若干進化している気がしてて、なんかねログ撮影とかもできるっぽいんですよね。ほとんどの人が、スマホで特に Galaxy でログ撮影することないんじゃないかなと思うんですけど、一応ね動画クリエイターとしてはちょっとチェックしておこうと思います。はい、ちなみにねログ収録ができるようになっていて、一応今これ普通のモードなんですけど、普通のモードはこんな感じです。でログにするとこんな感じ、薄い感じで撮れるのはいいですね。ちょっと撮ってみようかな。
はい、ログ収録をするとこんな感じですね。色が浅いんですが、この上から色を重ね合わせることで実際に、カラーが浮き出てきます。こんな感じで色がつけられますね。正直そんなにスマホでラットを当てて使うみたいなことはそんなないんですが、これでねちょっと映像の撮影幅が若干広がるのかなみたいなイメージ。あとハードウェアとしては別に関係ないんですけど AI Now Knowledge っていうのが使えるようになっていて、なんか例えばメールとかメッセージでこの日空いてるとかこの日のスケジュールどうとかそういうのが来た時になんかここにねポップアップをして自分でこうカレンダーとかそういう別のメモアプリとかに登録するとかそういうのがねできるようになってるみたいです。この辺そんな使うかって言われたら微妙だけど、でカラーラインナップに関してはこんな感じで4色展開ですね。国内で一応ね全て発売される予定だと思います。でこれがグラファイト、こんな感じで色がねグレーっぽい、ニュートラルなグレーとブラック寄りのカラーかな。でこれが個人的にはやっぱ嬉しい。前回なくてこれ6の時は限定であったんですが、それがね復活しているクリームです。これはいいよね。やっぱここのさ横のチタンっぽいところとこのホワイトのなんか真っ白じゃないんだけどなんだろうな、で暖色寄りっぽい感じはしないんだけどこういうカラーリングっていうところがすごく嬉しくて、これはねちょっと最高で、これがグリーン系のカラー、結構大人びていて、両方ともちょっと男性向きというかなんかちょっとシックなビジネスっぽい雰囲気はありますよね。さすがにこのカラーラインナップは。でこれがグリーンっぽいやつで、これがワインレッドっぽいやつです。こんな感じのラインナップです。はい、そしてこちらワイドとウルトラ両方の話なんですが、こんな感じでこのねディスプレイの反射が低減されるようになりました。そんなにすごいみたいなねナノテクスチャー的な感じではないと思うんですが、今までの7がねこんな感じだったのに対して、こんな感じで若干照明が目立ちにくくなっています。いいね。あと両方ともねフレックスチタニウムディスプレイって言ってこんな感じでめちゃくちゃ薄いチタンのね、膜みたいなのを使ってこれでディスプレイを作っているっていうことで、これがね軽量化された、原因というか、これによってバッテリー持ち容量がアップしてるのかなっていう感じですね。いやすごい技術だわ。はい、続いて、そんなに特徴はないんですけど、この縦折りスマホで今までで一番薄くなっている Galaxy Z Flip 8ですね。8に関してもやっぱこのクリームが出てるのは熱い。クリーム嬉しいです。クリーム大好きクリームっていうかもう白じゃないと使いたくないところはあるので、やっぱ白がね今回全色ラインナップされてるっていうのはもう本当に神ですね。しかも国内でもね展開されるんですよ。後で詳しく紹介するんですが、で今回このアイテム特徴としては今までで一番薄くなっています。 6.1mm っていうところで、このねフリップ史上最薄になっていて、かつ重さも 180g なので結構やっぱねこう折りたたんでさポケットに入れたり首から持ち運んだりするのにすごくいい感じですね。で特徴としてはこのカバー画面からいろいろできるようになってます。なんかアプリの情報から読み込んで AI なんとかナレッジみたいなのでこの辺にねこれからの乗り換えの時間だったり天気だったり予定を表示してくれる機能だったり、あとはこれ今まで Galaxy では実はね別途アプリをダウンロードしなければ使えなかったんですが、全てのアプリがこの画面上で開けるようになっています。例えばね YouTube もこんな感じで縦画面で見れて、かつこうやってこんな感じでこの画面でねこういう風に見たりとか、あとは Netflix とかもね確か対応していて Netflix もそのままこの画面で見たりゲームもできるようになったりと、この閉じた状態でできることがすごく増えていますね。この辺が特徴かな。逆に言うとそのぐらいかもしれない、特徴としては。はい、めっちゃいい感じでカラーラインナップが展開されています。これがピスタチオ、ピンク系、グラファイト系、クリーム系っていうところで、クリームいいね。なんかカラーのラインナップとしては無印の Z フォールド8とかと結構近いようなシックではなく柔らかい感じですごいいい雰囲気です。はい、というわけで
まあやっぱねギャラクシーユーザーとしては試していきたいのは DeX モードなんですけど、これが試せるかどうか、いやさすがにあるよな今年も。これでちょっとねこれにつなぐと、あ来たー、 DeX あります。今年も DeX が使えます。で閉じて、いや使えていく。これは熱いですね。いやこれトラックパッドにならないのはちょっとねあれなんですけど、このまんま今画面の向こうにはデスクトップになっていて、これをさこうやってさポケットに入れてさ、この辺でこうやって座るだけでもうこれで作業が完結するんで、この使い方はやっぱねフリップシリーズのいいところな気がします。はい、そしてこの辺がケースのラインナップですね。なんか今年のケースはちょっとなんか例年とまた違う雰囲気な気がする。なんかねこのシリコンの厚めのカバーが施されていて、ちょっと半透明みたいなイメージです。これとか8用なんですけど、こんな感じでゴム質というか後ろがねカバーされていて、ちょっとなんか昔のダイソーのお風呂グッズみたいなそんな印象があります。シリコン加工のこの分かるかな、この半透明な感じ、ちょっとねなんか安っぽい印象はありますかね。この辺はメインのケースに関してはこんな感じで本体カラーと合わせていくスタイル。今回ウルトラ例年の通常のフォールドの形は、選ぶ人そこまでいないかもなと思いつつ一応紹介しておくと、こんな感じのケースラインナップです。これも同じようなねシリコンっぽい加工が施されたケースで、固めのやつにねなんか上からシリコンがかぶせてあるみたいな、そういう感じ。結構汚れそうだな。この会場でも割と汚れてる感があるから汚れそうな素材感ですかね。とはいえ、グリップ感ががっちりみたいな感じで、これはちょっと指紋がめちゃ目立つけど、マグセーフ対応のこういう感じのケースです。意外と高いんだよな多分こういうの。一応表側まで覆うタイプもありますね、こんな感じで。はい、そして今回これ全然知らなかったんですけど、この Google とサムスンがコラボしてスマートグラスをね、こっちか、今回スマートグラスを出しています。ウェービーパーカーっていうメーカーとコラボしているらしいんですが、こんな感じで、スマートグラスだけどこのメガネがついていて音声とかがね出るっていう感じのやつかな。音声と多分ジェミニが使えるっていうところとカメラが撮れるっていうところがポイントかなと思うんですが、デザイン的には結構可愛い感じがする。今回かけちゃダメなのでちょっとねチラ見せだけなんですけど、なんかいいかもねこのデザイン。ちなみにこっちはジェントルモンスターっていう韓国のメガネブランドとコラボしているモデルもあるみたいですね。こんな感じ。ケースは可愛い。ケース可愛いですね。ケースはいいんですがこれもかけちゃダメだそうで、こんな感じでカメラとあとは音声が分かるみたいな、そういうイメージのやつですね。いやかけてみないと分かんないけど合わないな、さすがに。ディスプレイがついてないっていうところでトバログとしてはちょっと残念かなっていうところで、今回ね日本でもかなり力を入れてるみたいで、カラーラインナップとかはこんな感じですね。で価格もなんとこれいいのか悪いのか高いのか安いのかちょっと微妙なところなんですが、個人的にはやっぱ30万円を切った感じでこんな価格で出してくれるっていうのが嬉しいなっていうところですね。何よりやっぱホワイトが出てるっていうのが結構嬉しい。容量はちっちゃいんですけど、はい、いやーね完全にねホールド8が最高。もうねこれ待ってたやつだよね。軽いし何よりもこうやっぱり開けた時の、横長な感じ、ね、漫画めっちゃ見やすいし動画見やすいし、完全に待ってた。完全に待ってましたよね、これ。そうただ価格が価格なので、相談はしよう。なるほどありがとうございますはい、もうすごい3つ選択肢ができちゃって悩むところだと思うんだけども、もう自分的にこれ一択でした。やっぱりもうこれです。やっぱこの使用体験をちょっと変えてくれるっていう、やっぱこれだよねって。画面比率意外とサイズもちっちゃくていいですよね。あとね手に広げた時のこの収まりの良さ、手のひらの
やっぱそこ全然違うよねって。確かに。まあ、デメリットはちょっと幅広いで手の小さい人持ちにくいかなぐらいはあるんやけど、リングとかあったらそうやりやすいかな。広げて使う人はね明らかにこれが使いやすいかなって思いました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。今日どうでしたか？やっぱりね、3つ出すあたりはサムソンすごいなっていうか、やりまくってるという感じがしましたね。8シリーズだとやっぱワイドでしょう。やっぱり折りたたみずっとやってきたけど、なかなかユーザーが増えない。固定客はついてるんだけど、やっぱり新しいユーザーを増やさなきゃならないから、するとね、片手でも持ててコンパクトなのに没入感があるというね、このワイドサイズはまあこの後ね、アップルも出してくるんでしょうけども、まあサムスンがやるのは当然のことかなという気がしましたね。私はワイドの世界はもう先に体験済みで最高ですよ。本当にこれ本当に最高です。もうこのね、写真も撮りやすい、動画も見やすい、あと意外とね縦にしてコンテンツ普通にブラウジングも見やすいし、当然ね漫画とかも見やすいし、だからこれまあ写真はさておいてコンテンツを消費する端末としては最高です。もういやめっちゃ楽しみです。もう、最高。ありがとうございます。はい、というところで今回はサムスンギャラクシーアンパックド2026、このイギリスの会場から実際にねお伝えしてみました。いや今回のやっぱワイドモデルに関してはめちゃくちゃ欲しいですね。もうこれに関しては雑誌とか漫画とかをこうポケットに入れていつでもなんかね電車の中とかそういうところで読みたいマンとしては最高の端末だと思うので、しかもなんか可愛いしね、サイズ感じのサイズ感はこれまで、ファーウェイのピュラ X ぐらいしかなかったわけなので、iPhone もねこれから出るとは思うんですけど、そんな感じでちょっと購入を楽しみにしております。はい、っていう感じですかね。今回この会場今盛り上がっていて、こんな感じでなんかご飯とかちょっとした軽食が食べられるっぽいので、このままちょっと食べに行ってこようと思います。Galaxy Z Fold 8、これはね絶対に買う予定なので、ぜひレビューとかを楽しみにしていってください。そして気に入っていただけたチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。